1949年7月15日、東京の三鷹駅に誰も乗っていない電車が突っ込んできた。7両編成、時速60キロ。車止めを叩き割り、駅前の商店街へと飛び込んでいった電車。その下に6人の未来を押しつぶした。誰が動かしたのか。その答えは一人の男に押し付けられた。そして彼は無実を叫び続けたまま拘置所で亡くなった。時代の闇の中で真実はどこかへ消えてしまった。僕があの夏の話をしよう。1949年の夏の匂い。あの夏の三鷹にはいろんな匂いが混ざっていた。焼け跡の土の匂い、安いタバコの煙、汗と疲れと、それでも前を向こうとしている人間の匂い。敗戦から4年が経っていた。街はまだ復興の途中で、人々は貧しかったけれど、どこかにこれから良くなるという空気があった。でも僕が嗅いでいたのは緊張の匂い、恐怖の匂い、そして誰かが誰かを憎んでいる匂い。当時の日本は GHQ の占領下にあった。その GHQ の方針がちょうどこの頃大きく変わっていた。日本を民主化せよから共産主義を封じ込めろへ。中国では共産党が国境内戦を制しつつあり、朝鮮半島では緊張が高まっていた。GHQ は日本の国鉄に目をつけた。共産党員や組合活動家が多かった国鉄をレッドパージ、赤狩りの対象にしようとしていた。そして1949年7月、国鉄当局は6万3000人の解雇を宣言した。組合は怒っていた。当然だと僕でも思う。でもその怒りは誰かに利用されようとしていた。7月15日の夜は蒸し暑かった。三鷹電車区の近くの塀の上に僕はいた。別に何かを見張っていたわけじゃない。ただ高いところが好きなのだ。その時構内の方から人の気配がした。暗くてよく見えなかった。でも誰かがいた。確かにいた。そして電車が動き出した。最初はゆっくりだった。でもすぐに速くなった。そして三鷹駅の方へまっすぐに走っていった。止まらなかった。轟音、地面の振動、商店街に飛び込んだ車両、火花と煙と叫び声。僕は塀から飛び降りてその場から離れた。本当はもう少し見ていたかった気もする。でも毛並みにすすがついたからやめた。あの匂いが嫌だった。血の匂いと焦げた鉄の匂い。でももっと嫌な匂いはその後にやってきた。事故から数十分も経たないうちに
駅前に見慣れない男たちが集まってきた。20人か30人か。手慣れた様子で縄を張り、これは共産党の仕業だと大声で触れ回った。米軍 MP のジープが来て人々を追い散らした。事故で大破した交番は4人の警察官が勤務しているはずだったのに、全員その場にいなかった。僕はその匂いを嗅いだことがある。人間が答えを先に用意している時の匂い。証拠を待たずに犯人を決めている時の匂いに似ている。翌朝の新聞には組合共産党の犯行と書かれた。吉田茂首相も捜査の結果を待たず声明を出した。まだ誰も何も確かめていなかったのに。しかも後から知ったことだが、事件の前日から今夜三鷹で共産党が大事故を起こすという噂が中野電車区で流れていたという証言まで残っている。誰かが知っていた。あの夜が来ることを。竹内圭介という男。事件から2日後、逮捕が始まった。組合員の共産党員たちが次々と連行されていく中で、一人少し毛色の違う男が捕まった。竹内圭介、元国鉄運転士、非共産党員。彼はすでに人員整理を受け入れていた。退職金を受け取ることを決めて消防署の就職面接まで受けていた人間だ。組合の闘争からはもう降りていた。なぜ彼がと僕は思った。しかも竹内にはアリバイがあった。事件の当時、元同僚と風呂に入っていたという証言だ。なのに竹内は逮捕され起訴された。共産党員9人と共に。僕は東京拘置所の近くでしばらく日々を過ごした。冷たい建物だった。中に人間の声が聞こえた気がしたけれど、塀は厚くて何も聞こえなかった。幾度と変わった言葉。裁判が始まると竹内は変わった。無実だと言った次の日に、自分一人でやったと叫んだ。またその次には、仲間と一緒だったと言い換えた。供述は何度も形を変えていった。後に竹内はこう書き残している。弁護士から罪を認めても大した刑にはならない。必ず近いうちに人民政府が樹立される。一人で罪を認めて他の共産党員を助ければあなたは英雄になると説得された。作家の加賀乙彦が面会した時、竹内はこう言ったという。俺は弱い人間なんですね。弱いから人をすぐ信用してしまう。結局、党によって死刑にされたようなもんです。弱さをつかれた人間の帰結を、僕はこの言葉の中に見た気がした。信用したかった。英雄になりたかった。誰かの役に立ちたかった。そういう気持ちにつけ込まれることがどれだけ残酷か。でも竹内には逃げる場所がなかった。
犯行は可能だったのか。裁判の中で奇妙な問いが浮かび上がっていた。そもそも竹内一人で本当に電車を動かせたのか。電車を動かすにはマスターコントローラーの錠を外す必要があった。その錠が針金で開けられたのかという疑問。デッドマン装置。手を離すと自動的に停止する安全装置を片手だけで紙紐によって固定して無効化できたのかという疑問。速度固定のために使われた紙紐はコイル巻きになっていた。それを竹内が結べたのかという疑問。停電中の暗闇の中で現場近くを歩く竹内を目撃したという証言の信憑性。そしてもう一つ、検察が断定した時速60キロという速度にも疑問が残っている。後の検証で電車の最後尾第7車両には手ブレーキがかけられた状態だったことが判明している。その状態で時速60キロに達することは物理的に不可能だという指摘がある。仮に無理に牽引されたなら車輪に摩耗痕が残るはずだ。しかし当時の検証調書に摩耗痕の記録はない。冒頭で僕が言った時速60キロは検察が作ったストーリーの中の数字だったかもしれない。技術的な疑問は山ほどあった。そして一審で判決を下した裁判長鈴木忠吾は後年の回想でこう語っている。竹内の目的は全部の電車を車庫から出られないようにすることで電車を暴走させることではなかった。どういう弾みかポイントが止めてあるのにそこを突っ切って電車が動き出し大事故になったわけです。だから竹内も全然予期していなかったことが起こったわけです。そしてこう続けた。あの当時米軍に司法関係の2世がいてそれが共産党をやっつけることに使命を感じそれの意向が八王子の検察官の間にあったと思うんです。判決を下した本人が後にこう語っていた。空中楼閣とたった一票。1950年8月東京地方裁判所の判決。共産党員9人による共同防御については裁判長はそれを空中楼閣と呼んで全員無罪とした。竹内圭介には単独犯行として無期懲役。計画性がなかった。人命を奪う結果を想定していなかったと情状酌量が認められた。しかし検察は控訴した。1951年東京高裁は被告の顔も見ないまま書面審理だけで竹内の刑を死刑に変更した。弁護人は顔も見ずに死刑にするのかと訴えた。最高裁は口頭弁論も開かなかった。1955年6月22日死刑確定。賛成8票反対7票。たった1票差だった。15人の裁判官のうち7人がもう一度ちゃんと審理すべきだと反対票を投じていた。この裁判の際どさをこの数字が静かに物語っている。ちなみにこの判決以降死刑の上告審では口頭弁論を開くことが慣例となった。竹内の件がそのきっかけになった。
笑えない話だと僕は思う。塀の中の18年。死刑が確定した後も竹内は書き続けた。妻へ宛てた獄中書簡を本にし、文藝春秋に投稿し、再審請求を申し立てた。東京拘置所の独房で一人でずっと。冬のある日、僕はその建物の外を通った。風が冷たくて空が狭かった。あの中に人間が何年も閉じ込められているのだと思うと、何とも言えない気持ちになった。やがて竹内は激しい頭痛を訴えるようになった。しかし拘置所は拘禁症状だとして適切な治療を怠った。1967年1月18日、竹内圭介は脳腫瘍のために獄中で帰らぬ人となった。45歳だった。再審の審理がまだ続いていた最中のことだった。死後、国は遺族に慰謝料を支払っている。理由は明確に説明されていない。竹内の死後も長男健一郎氏が再審を求め続けた。2011年2回目の再審請求。2019年東京高裁が再審を認めず、2022年異議申し立ても棄却。2024年4月最高裁も特別抗告を棄却。そして2024年9月、健一郎氏は3回目の再審請求を申し立てた。しかし、その後、健一郎氏は亡くなった。審理は打ち切られた。それでも、戦いは終わらなかった。2026年2月4日。今度は竹内圭介の孫が4回目の再審請求を申し立てた。父から息子へ、息子から孫へ。無実だったという訴えは世代を超えて引き継がれている。主任弁護士だった林百郎は後年こう語ったという。竹内が白だと考えると証拠と証拠の間に次々と矛盾が起こる。しかし黒だと考えると辻褄が合うのだ。弁護人でさえこの辻褄を崩せなかった。でも孫が今度は法廷に立っている。もし竹内が本当に無実だったとしたら、これは一体6人の死者を出した事件の犯人として死刑判決を受けて十分な治療も受けられず獄中で亡くなり、名誉も回復されないまま孫が一人で法廷に立っている。取り返しがつかないという言葉の重さを僕は今改めて思う。真実が何だったのか僕にもわからない。誰も確かな答えを持っていない。今日も三鷹駅に電車が来て止まって人を降ろしていく。プラットフォームに立っている人間たちはあの夜のことを知らない。当たり前だ。75年以上前の話だから。僕は駅の近くの屋根の上からその様子を眺めている。人間はこういうことをする生き物だと僕は知っている。
都合のいい答えを先に作って、誰かをそこに当てはめて、疑問に目を塞いで、それでも世界を動かしていく。竹内圭介がどうだったのかは今もわからない。ただ45歳で獄中で亡くなった男がいたこと、6人があの夜亡くなったこと、家族が今も問い続けていること、それだけは確かだ。三鷹の風は今日も変わらず吹いている。